皆さんこんにちは。カズさんビデオです。今回は今何かと話題のフル電動自転車の説明動画となります。Yahoo、楽天、Amazon でよく目にするこのフル電動自転車。価格がなんと送料無料で 99,999 円。今年の2023年5月に購入して約半年が経過しましたので、半年レビューをしたいと思います。今、フル電動自転車の購入を検討されている方の参考になれれば幸いです。それでは、早速行ってみましょう。まず、実際に私が測ったサイズを説明します。横170センチ、幅60センチ、ハンドルまでの高さが102センチで、120センチまで変更ができます。ちなみに、サドルの高さも82センチから108センチまで変更ができます。次に、実際の重量も測ってみました。まず、私の体重を測り、自転車を持った時の体重から差し引くと、自転車の重さが約 27.45kg となります。バッテリーや付属品を取り付けると 30kg 近い重さになるので、20インチのタイヤで見た目はかっこいいですが、簡単に持ち運べるものではないと思います。しかも、半年ぶりに折りたたもうとしましたが、全力を尽くしてもなぜか折りたためず、諦めてしまいました。個人的には持ち運ぶことを考えている方より、普段使いを検討されている方が購入されるのがおすすめです。はい、それでは、このフル電動自転車の説明をしていきます。この自転車は、公道は走れません。最初、届いた状態は折りたたみの状態で届きます。それを開いて、ここを設置して、空気が最初入ってない状態なので、空気を入れなくちゃいけないです。空気入れがちょっと特殊なやつで、普通の日本の空気入れが多分 A 式の空気入れなんですけど、これに使われているのが B 式の空気になるので、ちょっと穴が違います。なので、B 式の空気入れを準備してもらって、ここで空気を入れていきます。で、ここのメーカーの推奨がですね、140kPa。で、これちょうどここにあるので、表示が140に合わせます。これある程度空気入れてたので、微調整で、はい、140ですね。で、前も同様にね、140にまず合わせます。はい。そしたらこういう感じで、もうすでに乗れる状態にはなってます。ここは公道じゃないので、駐車場なので、簡単に乗ってみますと、普通の自転車としても、こういう感じで乗れます。で、切り替えが7段階あるので、シマノのよく見るやつですね。7段階の切り替えですね。これでこう合わせることができます。ですね。でも、やっぱりせっかくこれを買ったんであれば、フル電動自転車として使いたいので、でも最初に言った通りも公道は走れないので、これを走れるような仕様に変更していきたいと思います。それを今からご説明していきます。まず、公道で必要なのが、まずヘルメットの着用ですね。ヘルメット。これは絶対必要です。で、続きまして、運転免許証が必要になります。あと、バックミラー。これですね。2個ついてました、最初から。これは片方だけでも、法律的には大丈夫ですので。ミラーですね。乗って合わせておきましょう。後ろが見える。あとは、ブレーキですね。ブレーキはここに、ディスクブレーキが前後ろ
ここについてます。で、続きまして、クラクションですね。クラクションは、このバッテリーをつないだ時についてるので、まず、じゃあバッテリーから。バッテリーはこれですね。10アンペアのバッテリーが、これはもう最初からついてます。つなぎ方は、ここを押してもらったら、ここは開くので、こうやって、はい、ここをつなぎます。で、バタッと。バッテリーがつながったので、鍵がここにあるので、挿して、これをオンに。ここにですね、スイッチがあります。で、このスイッチを長押しすると、はい、電源がつきます。ここでライトの点灯と、あとこっちクラクションですね。ホーンが鳴りますので、これ鳴らしてみましょう。はい。次は、ヘッドライト。ヘッドライトは、ここ。はい。このボタンでつきますね。あと、テールランプ。これちょっと今明るいので見えにくいかもしれないんですけど、まあこれがテールランプで、これを消したとき、これつけたときですね。と、ブレーキランプ。これつけたとき、消したとき。これちょっと明るいときは見えづらいんですけど、夜ははっきり見えます。で、速度計。さっきと一緒です。電源ボタンのところですね。ここになります。で、ここで、プラスで1、2、3、3段階の切り替えができて、で0の時はアクセルをひねっても何も動かないです。1の時が14キロぐらいまで。で、2の時が28キロぐらいまでで、3の時は40キロぐらいまでなるんですけど、40キロも出ません。ほんと33、4キロですね。マックスで出しちゃってる。はい。まあ、こういう状態で物が届くんですけど、公道を走るためには全部で12個の項目が必要になるんですけど、今説明したのが8個。あと4個足りないような状態で、その4個を説明していきますね。まず1つ目、ウインカー。ウインカーがこれ、電気を引っ張ってつけるっていうのが一番いいと思うんですけど、まあそういう知識がないので、今回は充電式のウインカーを準備しました。これですね、結構かっこいいんで、ちょっとつけていきますね。まずこれが指示器ですね。メインとなるやつを、右、左。で、これハザード。右からつけていきましょうかね。ですね。続きまして、反射板ですね。反射板がこれにないんですよ。なので、つけないといけない。ということで、この反射板。これはですね、子供の自転車とかの使わないようになったやつをつけてます。はい。はい。こんな感じですね。反射板。これも必要になります。あと2つ必要なものがあります。まず、番号とナンバープレートにつける番号灯と、あとナンバープレートですね。まあ、ナンバープレートまずつけましょうかね、じゃあ。ナンバープレートがここにつくようになります。で、これもですね、最初はついてなかったんですけど、Amazon で890円ぐらいのやつを買って、で、このテールランプの後ろにこう、強引につけました。これにナンバープレートをつけていきます。はい。まあ、こんな感じですね。はい。で、それに対するナンバー灯ですね。100均でこれは準備した。これも電池式です。これも絶対つけないといけないです。ナンバー灯の条件としては、高さが1メートル以内。で、夜15メートル離れたところからナンバーが認識できるようにっていうのが条件になっているので、はい、70センチですね。で、これとつけて、ナンバーは見えてましたので、まあ、昼間でも走行するときはこれつけてます。はい。後ろ、じゃあ、右ウインカー。左ウインカー。一応ブレーキランプ。
で、これ、Amazon でだいたい7000円前後で買えます。で、充電式なので、走る前とかに絶対確認して乗ってます。あと、ナンバープレートはもちろん、自賠責保険ですね。が必要になります。あと、任意で任意保険。あと、税金を納める必要があるということですね。勘違いして簡単に手に入りやすいんで、公道にそのまま乗ってしまうという人が多いみたいなので、こういうところはちゃんと調べて乗られた方がいいと思います。法律的に引っかかるっていうのもあるし、結構危ないので、これ。運転免許を持ってる人が乗れるような状態で乗った方がいいと思うので、乗らなくちゃできない。じゃあちょっと、どんな感じか試運転していきます。運転に必要なのはこれですね。ヘルメット。で、これは、一応、ペダルを漕いでもアシストしてくれます。あら、漕げない。結構な勢いでアシストしてくれます。けど、正直、ずっと乗ってて使わないですね、ほとんど。やっぱり結局、使うのはこれです。これをひねって進むんで、もうこれだけで。切り替えも移動したんですよね、これ。これが、ここにあったんですけど、切り替えやすいように。でも使わないんで、こっちに移動して、ミラーをより見やすいように、こっちに。で、ここにウインカーの分があるんで、左側がちょっとつけれないような感じですね。なので、これ、もうフル電動の醍醐味ですね。このフル。これで、ちょっとそこを走っていきますので、じゃあ行ってきます。こんな感じですね。だいたい20キロぐらいのスピードです、これは。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど。はい。もう一度。はい、こんな感じですね。もちろんペダルで漕いで、こういうのもありです。はい。でも、せっかくもう、原付の許可も得てるんなら、もうほとんど使うのはやっぱりこれですね。フル電動ですね。スロットルを回して乗るのが一番だと思います。で、これがですね、500ワットのパワーなんで、原付 50cc の電気が600ワットまで。なので、これは 50cc っていうことで収まりますんで、それは大丈夫です。はい。っていうところですね。買った時が、半年前ぐらいで、99,999円。ほぼ10万円ですね。になります。結構やっぱフル電動自転車にしては安いので、買ってよかったなと思いますけど、やっぱ勘違いして、もうこれ買ったらそのまま乗れるって思ってる人が結構多くてね、今いろいろと問題になってるみたいなんで、あくまでも本当これはいろんな付属品を自分でつけて、免許を取得して、で、ナンバーを取得しに行くっていうのが条件になりますんで、はい、そこだけはご注意ください。で、いろんな2つタイプがあって、ここがまっすぐなやつとここがへこんでるやつ。まっすぐなやつもかっこいいんですけど、自分はもう絶対このタイプがいいと思います。もうスッと乗れるんで。降りるときもスッと。ここがあると、やっぱ引っかかるんで。そこはもう個人の好みにもよりますんで。以上が今回の動画ですね。私はいつもこのキャンピングカーとかキャンピングトレーラーとか、そういうのを動画で上げてるんですけど、一応トレーラーがこれですね。
エメロード406。まあ、ちょっと最近上げるネタがなかったので、今回この自転車を上げましたけど、今契約してる軽ベースのキャンピングカー、ハッピーワンプラスっていうのが、11月の15日前後に届く予定なので、だいぶもう7ヶ月ぐらい待ってるんですけど、それが届いたら、もうそれを中心とした動画も上げていこうとは思いますので、よろしければまたご視聴いただけると嬉しいです。はい。では、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。